まだ横澤チャンネルでも行ったことない未開の地カンボジアに向かっていこうと思います。ついにですね、今日からメインイベントが開催されます。今日ね、マジで釣りまくってますね。こういう日は無限にちょっと増えますね。頑張っていきましょう。ありがとうございました。今日も一日おはようございます。というわけでメインイベント Day2 に進出して横澤の0円生活も終わったということで、今日はついにホテルの外に出ます。僕なんと1週間マジで缶詰だったんで、やっと外に軟禁状態でした。マサトやはいビップカー用意しました。これこれ僕らの今日の移動手段です。これ可愛いでしょ。トゥクトゥクチーです。もう今の時代トゥクトゥクアプリで呼べるんですね。そうね、グラブっていうアプリでね。そう、グラブっていうタクシーを呼べるアプリ。東南アジアは大体グラブなんですよ。基本的にやっぱ海外行ったら配車アプリ使わなきゃダメっすね。そうだね。タクシーも、このトゥクトゥクもアプリで呼べばもう料金決まってるし、喋る必要もないし、後進国とかやっぱり街中走ってるタクシーとかが強盗とグルになって襲ってきたりとか、そういうこともありますんで、ちょっとでも身の危険を感じるような場所に行くときは配車アプリ行ったらいいです。というわけで到着しました。ここまでトゥクトゥクで約20分の道のり、お会計なんと400円です。トゥクトゥク安い。というわけで見てください、こちらです。僕らがどうしても行きたかった店、しゃぶしゃぶ温野菜。カンボジアまで来てしゃぶしゃぶ温野菜かよって思うかもしれないですけど、俺行ったことないわ、来たことないわ。日本で有名なの？めっちゃ有名っすよ。ハロー、温野菜しゃぶ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 温野菜ってマジやばいんですよ。日本のチェーン店なんですけど、温野菜が最強だと思ってるんですよ。それぐらい温野菜はすごい。日本でも値段同じぐらいなんですけど、1人4000円ぐらいでめっちゃうまいです。だからどうしてもやっぱカンボジアに温野菜があるって聞いたらチェックせずにはいられない。来ました。肉、野菜、キノコ。ちょっとやや心配なのがこのソースがなんか、ポン酢はまあいいとして豆腐ソースっていうのが謎でチリソースみたいなのがあって、ソースに心配はあるんですけど。いただきます。ポン酢が癖あるな、めっちゃ。日本のポン酢で食いてえなこれ。でも美味しい美味しい。日本のお野菜にはとんこ呼ばれない、やっぱり。ごちそうさまでした。というわけでお会計は2人で55。よし。いや、ここは僕が出しますよ。0円生活で散々協力してもらったんで、プノンペンの街を探索しに行きますか。市場に行きますか。行ってみたい。あとちょっと甘いものとかあったら買いたいな。チョコバナナみたいな、そういうの食べたい。来ました。こちらなんすかこれ。オルセイマーケットっていう地元の人がよく来る市場らしい。変なの。なんか良さそう。面白そう。めっちゃいろんなもの売ってますね。広すぎてどこが何だろう。広いね。どうなってんだろう。しかしバイク多いな。横澤チャンネルでこういう絵結構珍しいですよ。確かに探索系珍しいね。でも活気を感じるよ。感じますね。なんか見てください、豚の丸焼き。おお、あれすごいっすね。すげえ。おお、すげえ。珍味ですね。珍味だなこれ。僕も初めてベトナムとか東南アジア来た時は道をどう渡っていいか分かんなかったっす。で皆さん海外にね行き慣れてない方、東南アジア行った時はペースを変えずに堂々と歩けば車の方が避けてくれるんで、信号のない道を渡る時はこうやってドーンドーンドーンと歩いてれば勝手に避けてくれる。買い物も終わりまして、これからポーカーをしに行こうとカジノまで今来たんですけど、見てくださいこちらの光景を。会場の外までポーカーテーブルが侵食してきてる。すげえ。うわー、めっちゃ人いっぱいいる。やっぱメイン昨日から始まって盛り上がってそうですね。実はですね、ミニハイローラーハイパーターボっていうトーナメントが今開催されておりまして、これですね。9人しか出てない。そうなんですよ。これ2000ドルバーンインで結構でかいんですけど、夜9時にスタートして今日中に終わるっていう、15秒でアクションをしなきゃいけないっていうスーパーハイパーショットクロックトーナメントなんですけど、おかげさまで不人気となっております。9人しか出てないので、これは出るしかないっしょ。リエントリーです。いやー、クローズ。グッゲーム。というわけで2回目のリエントリー、これでもうリエントリー、売り切れです。2リエントリートーナメントなんで参った。いやー、すげえ。秒速で3回飛んだんだけど始まりました。終わりました。3回飛びました、2時間で。えぐすぎませんか。ゴールイン全敗です。
渡辺さん明日帰っちゃうんですよね。そう、明日の朝。渡辺さんここまでということで、はいありがとうございました。本当にお世話になりました。残りの日程、渡辺さんいなくて寂しいですけど一人で頑張ります。お世話になりました。大丈夫かな、カメラマンの腕前は俺。確かに完璧でした。大丈夫かな、はい、ありがとうございました。怖いな。また誘います。またの機会に。じゃあ Day2 頑張ります。待って。渡辺さんもグッドラックで最後までお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。というわけでメインイベント Day2 がこれから開始します。横澤はここまでいい調子で残っております。参加人数が760人、残り人数230人ということで、アベレージスタックが16万5000点、横澤はなんと35万点、アベレージの倍以上持っております。そしてですね、インマネがおそらくあと半分ぐらいだと思うので、今日あと多分数時間プレイしたらインマネになると思いますので、気合い入れて頑張っていきたいと思います。というわけで Day2 頑張っていきましょう。レッツギャン。Gate connect area for 2 final limit tournament. それでNo problem. Nice time. お疲れ様です。というわけで残り人数は162人まで減っておりまして、95位からインマネですね。残り半分をもう切っております。アベレージスタック23万点で、横澤のチップがですね20万ないぐらいですかね。なんだかんだ言ってまだまだ全然戦えるスタックではあるんですけど、いや本当に激しい1時間半だった最初のエースジャックオフ、あれはちょっとね欲張ったかもしれないですね。あれはこっちのオールインに対してねブラフオールインしてめちゃくちゃ下ろせるシチュエーションではあるんですよね。エースジャックオフはさすがにフォールドで良かったかなって感じはしますね。スモールペアとかミドルペアのオールインでブラフした方が良かったなって気がしますね。いいスタックを持って Day2 に進出することができたので、おかげで飛んでないんで、もしこれが Day2 進出時点でチップが少なかったらもう今頃飛んでると思うんで、一回死んだ命と思ってここからは切り替えて新しい第2の人生始めようかと思います。でね、皆さん見てください。これ休憩中に食べれるご飯の数がなんか増えてるんですよ。ただ飯が串みたいなのとなんか餃子みたいなのとなんかパイみたいなのが増えてて、これ休憩中に食べれるのでかいっすね。というわけでこの続きもこれ食べて頑張りましょう。マジでこの1時間半1回2回ぐらいしかポット取ってないぐらい全然ポットが取れませんでした。ずっとハンド負け続けて12万点です。なんかおかしいな。インマネまであと30人ってすごい惜しいところまでは来てるんですけど、アベレージの4割、半分以下しか持ってないんで、次がもう 20BB ですね。もうオールイン勝たなきゃいけないですね。さすがにこのまま耐えてインマネはちょっときついかなってぐらいですね。メインイベントの最初も2万5000点しかなかったのが35万点になったのもあるんで、言うてね12万点あるわけなんで、これが14倍になっちゃうかもしれないんでね、200万点になっちゃうかもしれないんで、引き続き集中してやっていきたいと思います。頑張ろう。なんだかんだ言ってあと24人になったんで、次のレベルにはインマネになるような気がします。太さは 20BB 切ってるんで、これはペイシェントですね。飛びたくねえマジで。頑張ります。
いやー悲しい。お疲れ様です。というわけでディナーブレイクまでなんとか生き残ることができまして、酷なタイミングでディナーブレイクをしますね。あと15人でインマネっていうタイミングでディナーブレイクとか言って、しかもですね、1階でプレイヤーズパーティーっていうのを開催してるらしくて、これで飲み物とご飯が提供されるという謎の催しが、これをつけてると入れるよみたいな言われたんですけど、ちょっと行こうかなと思います。せっかくなんで。バニーさんがいます。すっげえ並んでる。あ、何持ってる？刺身。すごい刺身で使う。ローストビーフもある。見て、デザート。めっちゃいいよ。めっちゃ歌っとる。うるさすぎるので切ります。というわけでディナーブレイクが終わりまして、11人で今です。そしてですね、ここからストクロックが導入されました。30秒以内にアクションをしなきゃいけないという、制約がされまして、30秒以上考えたときはこれ1枚使って追加で30秒もらえる。これが5枚もらえる。これが、今日、トーナメント優勝決まるまでずっとです。いいですね。インマネできる確率はだいぶ高いっちゃ高いんですけど、どう立ち回るかですね。守りに入ったら 100% インマネするんですけど、どこまで攻めるか、生き延びたいっていうかはチップを増やしたい。40万点ぐらいまで持ってってインマネできたら一番いいかなって思います。頑張りたいと思います。Hello. Attention players on the table for 25 17 following the attention of following players A.M. Andy, J. Orange. Last one for the following 1-3 players. Last call, guys. Jack, Storm, Adrian, Michael, Kevin, Reza. Let's see the first card. Are all in the money. One person, 10. というわけで 10BB です。野球は2アウトからポーカーは 10BB からっていう格言があるぐらいですからね。賞金について触れてなかったんですけど、一応今これが6000ドル確定で、残り80人まで減ると600ドル上がるんで10万円ぐらい。優勝がなんとですね44万1546ドル。3位以内に入れば人生賞金総額更新です。最高額更新です。I think I know numbers in Japanese. 96. 96, yeah. Cool, yeah. There we go. Calling I know that. for 1-3, no limit for them. Choppy. Another chop in the works here. Once again, calling for 1-3, no limit for them. Beer power. Beer Thank you for the beer. Yeah. やったー。ダボワン。ラストブレイク。29万点。25BB なんで。 Great time for the championship. あと1時間半でデイ3だ。このイベントは4デイイベントなんで4日で終わるんですよ。デイ3ってかなり甘美な響きですよね。4分の3だから目指しましょう。4分の3。36万点。僕のこのトーナメントの最大チップに戻ってきました。いろいろあって不思議な話だな。
Again. For 134 limit Omaha. Thank you guys. ついわ。うわ、勝ってたらエグかったこれ。80万ちょいポット。 limit concept. マジで呪いや。なんだこれ。どうやってこんなんでトーナメント優勝したらいいんだマジで。さすがにここ。教えておじいさん。教えて。教えて。オールインやってないの。お疲れ様です。残すところカンボジアもハイローラーイベントあと1回だけになったんですけど、夕方まで暇なのでラーメン食いに来ました。見てください。シャングリラ、プノンペンで有名なラーメンチェーンらしくて、ここだけじゃなくていろんなところにあるんですよ。シャングリラ美味しいらしい。めっちゃ良さそう。最高。ラーメン、つけ麺、僕イケメン。つけ麺がいいな。美味しそうめっちゃ。これちなみにそろそろ視聴者の皆さんは渡辺さん帰ったはずなのに昨日の横澤のメインイベントの映像とか一体誰がカメラ持ってたんだってそろそろ疑問に思われてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実はプノンペンで偶然ですね、ルーツが生み出したプロポーカープレイヤーがプノンペンに来てまして、マジで偶然なんですけど、よく見ろ手伝いますよって言ってもらったんで手伝ってもらってます。ありがとうございます。とんでもないです。もうだって2年近くやってますもんね。そうですね。 1年半。1年半です。すごい。ルーツでポーカーを覚えてプロになったってことですか。そうそれマジすごいっすね。僕も相談乗りましたもんね、やるとき。そうですね。めっちゃ乗ってもらったっす。海外行ってマジで全然勝てなかったらどうしようとか思いました。いや、勝てるなっていう自信で言って勝てなかったんでしょげたっす。あ、勝てなかったですか最初。最初勝てなかったっす。あ、確かにベガスであったと言ってましたよね。2週間ぐらい勝てなくて下振れかなと思った時に横澤さんに「それ多分下振れじゃないよ」って言われた時にハッとした。おおいいアドバイスできたじゃん。そう、本当に自分の実力がないんだなって感じることがすごく大事だと思います。いや、そうなんですよ。ラーメン来た。ダダーン。ラーメン、チキン南蛮、とんぺ焼きはもうなくなりました。うますぎて。いただきます。とんぺ焼きの方がうまかったです。とんぺ焼きの方がうまかった。というわけでごちそうさまでした。ありがとうございました。ハイローラー頑張ります。頑張ってください。というわけで5000ドルハイローラーですね、 WPT カンボジア最後のイベントに挑戦していこうと思います。リエントリーが無限でして、レイトレジストが明日までできるので、これが最後のイベントって言ったんですけど、最悪の場合今日明日リエントリーしまくって死ぬっていう未来も見えます。で、僕ここまでのカンボジア収支がですね6138ドルなんですよ。今このバンインしたことによって収支がプラス1100ドルになったってことですね。プラスなのでインマネすればインマネした分は全部利益っていう感じなので、まず何としてもリエントリーせずにデイ2まで生き残る、これが第1目標。第2目標はなるべくチップを増やしてインマネして今回の WPT カンボジアの勝ち額を増やす。泣いても笑っても最後のイベントなので、ここで結果を残してしっかり勝って日本に帰りたいと思います。頑張りましょう。ラストイベント。はい、というわけでデイ1が終了しました。横澤はチップちょい減らしですね。10万スタートで7万6500点、アベレージ18万点なんでアベレージの半分以下ですね。101人参加で残り55人なんですけど、次のレベルまでリエントリーができるのでまだ飛んじゃう可能性もあるんですけど、一旦守りました。というわけでデイ1終了です。デイ2はいい日になるといいな。ありがとうございます。
というわけで WPT カンボディア最終日です。デイ2に進出しておりまして、バーインが5000ドルですので、このままインマネせずに飛んでしまえばプラス1000ドルで今回の旅は終わりということになるんですけど、飛んでしまったら僕はリエントリーしようと思ってるので、その時はマイナスになってしまうということですね。スタックも 20BB 切ってますので、なんとか食らいついて生き残ってリエントリーせずに日本に帰りたい WPT カンボジアの総決算を始めていこうと思います。レッツギャン。はい、というわけでブレイクになりましたので、リエントリーは締め切りました。今回の旅の収支が最低でもプラス1100ドルは確定。24万7000点、アベレージが31万点なんで、気づけばアベレージ近く持ってる。昨日のデイ1の時からずっと思ってたんですけど、オールインずっと勝ってません？5連勝6連勝ぐらいしてるかな、際どいところの勝負。残り40何人で17人からインマネなんで、まだ結構長い道のりなんですけど、インマネ目指してやっていこうと思います。頑張ろう。あれ？マジでオールイン強すぎない？これあるか？15万ドル、やばい。45万、アベレージ 1.5 倍ある。 45BB、 なんじゃそりゃ。いくらこいた。2ペア。あと2人でインマネで、僕の右2人がとんでもない2人の印象なんで、ここらかじりついてインマネします。攻めっ気ゼロです、今ここからは。なぜなら140万もらえるんで、でかすぎる。对呀，就差这么点了吗？你还不是I think we can Can you show us? Okay, all in. All in checks against 7-3 officers. And the ribbon.参りました。もうダメです。
BB しかないですでも同じ状況のやつが僕の計3人います他力本願寺0.5BB になりました。この計算だと、右の2人が次のビッグブラインドとアンティで、2人ともブラインドはオールインなんで、さすがに$9000拾いに行きます。最後でもこれ、インマネするかどうか、でけえマジで今回のカンボジア。Caller doesn't know what he's got. The all-empire, ace of diamonds, 10 of clubs.マジでペイシェントだこれ。僕はもう次のハンドアンティファーストになっちゃうんで、もうこれはエニハンドオレンジですね。The chip leader is not Champions Club member Masato. He has 15,000. The high roller today, but he is in the money. おおあいやーちょっときついわこれは。 Farah's got the king 9, deuce and a king 来た 8. Finally saw it. Masato triples up. なんかわかんないけど勝った。待って賞金上がるんだよな。あと1人賞金上がる。$600もらえるやん。これは降りらんねえな、さすがに。勝ったら15万点ちなみに。めちゃくちゃ熱い。ちょっと苦しいな。だいぶやばいわ。アウツあるかな。あいやードローイングデッドや。さよなら。基礎あと$600もらえたな。ちょっと10倍オッズは降りらんないです。まあ今ねしたんでよかったです。$9412。いやーマジで耐えた。拾った最後に勝ちを拾った。マジでこのトーナメントずっと低空飛行でガチりがちって感じだ。いいでしょう。納得です。満足です。日本に帰ります。お疲れ様でした。というわけで全てのトーナメント終了しまして最後の晩餐ということで、プノンペン来たんだったらカンボジアらしいもの最後食って帰りたいなっていうことで、現地の人にですねこの辺で一番うまいレストラン教えてくれって結構聞いて回ってたんですよ、この2週間。そしたらね結構3人ぐらいがここがいいよって教えてくれたのがこちらです。4ピーズめっちゃうまいらしいんでここにします。なんでカンボジアでピザって感じなんですけど、ピザが一番うまいらしいです。なんかめっちゃいいやん。うわうまそう。照り焼きチキン、スパイシーケバブピザ、美味しそう。うわ全部うまそうじゃん。これよだれ出てきた。 So we go モッツァレラカプレーゼ、というわけで第1弾パスタが到着しました。いただきます。うまっ。カンボジア来てから一番うまいかも。ピッツァ、サーモン味噌とシーフードスパイシー。ではいただきます。サーモン味噌、うめえ、いいっすね。というわけで結果発表します。今回のカンボジアキャッシュからいきます。プラス$13,570。めっちゃ勝ちました。2セッションやって2セッションとも勝ちましたね。トーナメント12トーナメントプレイして3インマネ、いいですね、優秀。インマネ率 25%、 収支マイナス$3011。なんでやねん、どうやって負けんのマジで。マジでちょっとこれ納得いかないんだよな。スーパーハイローラー$1万出してファイナルテーブル残ってメインイベント1回しかバーインせずにインマネして、で最後$5000ハイローラーも1回しか出ずにインマネして、なんでマイナス。まあでもトータル収支はプラス$1559ということで勝つことができました。いいですね。金額としてはね確かにちっちゃいんですけど、何よりでかいのが経費がほとんどかかってね。今回ホテル代全部ただ、ご飯代もほぼかけてない。$100以内
今回使ったお金。飛行機も今回僕格安の航空券で来たんで11万3000円。多分経費今回12、3万ぐらい。渡航期間も10日間70時間プレイして1万ドル以上買って、しかも経費もほぼかかってないってことなんで、お金が130万円ぐらい増えてると思うんで、でかいですね。まあまあいいでしょう。今回の旅を通して思ったのは、トーナメント強くなってるなと思いました。やっぱりそれが今一番実感してることですね。僕がついてないとかついてるとかそういう次元じゃなくて、やっぱプレーがめっちゃ良くなってるんで、このアグレッシブさがいい結果になってるなっていうのはつくづく思いますね。総評カンボジアは来ます。トーナメントもキャッシュゲームもレベル全体的に低かったし、経費もかかんないし、物価も安いし、まあもちろんね良くない点もあるんですよ。お金の持ち運びが不便だったりとか、治安悪い、やっぱり柄悪いみたいなとこだから、初めてポーカーしに行く人におすすめできるかって言われたらあんまおすすめできないし、ここに来てポーカーってこういう感じなんだって思ってほしくはないんですけど、でもプロとしてポーカーで稼いでる人とか、ポーカーでお金を増やしたいっていう風に思う人はおすすめかもしれないですね。現地に住んでる日本人のプロも多そうだったんで。というわけで今回の横澤のトリップは一応勝ちで終われたということで、次はどこ行こうかな。実はまだ決まってないんですよね今回。でもまあ視聴者の皆さんがテンション上がるところに行くと思います。というわけで次回予告で皆さんテンション上がってください。また次回の動画でお会いしましょう。またね。次回予告ボン。ついに横澤ある大会に参加しようと思い、韓国にこれから向かおうと思っております。いやー、この世界三大タイトルの上と言っても過言ではない幻の大会、トリトンハイローラーに出場します。すげえ、これがトリトン。レベルが近いすぎる。いよいよですか。緊張するね。